こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。今日は、私たちはすごく自由な世界を生きているっていう話をしたいと思っています。すごい私たちって自由な世界を本当は生きてたんですよね。すごい自由なんですよ。すべての選択は決定権は自分にあって自由なんですよね、本当は。いや、なんですごい制限があるような感じがしたり、いろんなことがうまくいってないかっていう、そういう話をしたいと思います。あのじゃあ何が自由なのかっていうのは、全て私たちの意図、こういうふうにしようって思ったりとか、あのこういうふうになっていきたいなって思っている通りに大体なっていくっていうのがこの世のからくりなんですよ、本当はね。意図で、そういうこの思いとかだな、思いが大体現実化していくんだけど、意図的に意図を出していなかったりすると、何がじゃあ現実化しているかっていうと、感情なんですよ。私たちのこの気持ち、感情が意図として宇宙に行って、それが後から現実として映し出されてくるから、嫌な現実を今体験している人は、以前自分自身がそういう意図を出したってことなんです。その感情を出したっていうことなんですよ。だから別に誰も悪くないし、なんていうの、自分も悪くないしっていうか、知らないからね、こんなこと、こんなからくりなんて知らないから、それはそれで良かったんだけど、だから大体その今の自分の現実っていうのは、以前自分自身がそういう風にな感情を感じていたから、今の現実を体験しているっていう感じです。感情が、だから感情、この気持ちですね。気持ちのバイブレーションが宇宙に行って、で、宇宙が、なんかすごい襟がうん、宇宙がそれをキャッチして、今自分が体験してるっていうことになりますから、自分自身の意図次第で、感情次第でいくらでもどこまででもいけるっていうことなんですよ。もうこういう自由な感じで考えた時に、この世のからくりっていうのは、私たちはとても自由に選択ができるっていうことなんですね、感情で。だけど大体その意図するなんて知らないし、難しそうな感じになっちゃってるから、で無意識にやっぱりいろんな感情って感じるじゃないですか。嫌だな、で強烈なものっていうのは大体嫌な感情なんですよ。うわ、あの人嫌だとか、これ嫌だとかさ、もうそういう風に感じたりするじゃないですか。私の人生大変みたいな、この感情がまた宇宙に行って、じゃあもっとこういう感情好きなんだねっていうことで、その今の自分の現実が来ちゃうみたいな感じだから。そうだからね、修行が好きな人とかもそうだよね。感情でさ、やっぱり人生は修行だ、ね、修行みたいなことがあると自分が耐えたりとか、なんかそういうものを楽しんでるまた楽しいって、なんか楽しいとは思ってないけど、わあ来たみたいな、でもこの感情を感じるじゃないですか。そうするとまたオーダーで言って、これが好きなんですよって言ってるようなもんだから、また現実としてそういうのが来たりして、それでわーとか、私の人生ってなんでこんなになってんのかしらみたいな波があったり、もうとっても不思議なことが起きたりするのよみたいな感じになったりするんですよ。とても不思議なことが起きて、もう最悪お金がないと思ってたんだけど、いきなりお金がポッて現れたりするのよねっていうさ、そういうドラマ好きですねドラマチック好きみたいな、そういう風に思ってたらそうなるし、なんかそういう不思議なことが好きな人がそういうのになったりするんだと思うし、人生は修行だって思ってる自分の考え方とか、その感情ですね、その観念がやっぱり宇宙に行って、そういう現実が来るっていう感じだから、もう全部自由なんですよ。あなたが何を体験したいことが、なんていうのかな、何を体験したいかっていうことを、全部自分の感情で感じて、それを体験している。結構ほとんどのことが無意識だと思うね。だから無意識なことが多くて、でその無意識な感情が出てるから、現実として、そういう現実を体験しているってことなんですよ。だと思うんですよね。だったら、じゃあ良くしたいと思ったら良くなっていっちゃうんですよ。で良くしたいと思って、じゃあまた、でこれをね、やっぱり自分が意図するっていうのがすごい大事なんだよ。決定権は隣の人にあるわけじゃなくて、そっちの人にあるわけじゃなくて、例えば神様にあるわけじゃなくて、高次元の宇宙人にあるわけじゃなくて、私にあるんですよ。
ご自身にあるってことですね。だからこの自分が意図してるっていう操縦席というか、意図するのは自分だったっていうことに、気が付く時なんですね、今っていうのは。意図なんてその流れたものに、だから流れに任せるとか言うけど、流れに任せていいんですよ。流れに任せてもいいんだけど、なんていうのかな。結局感情が自分の現実を作ってるから、感情が乱れてる、波動が乱れてる時に流れに任せちゃったら、もう洗濯機の中にいる状態ですね。うわー、流れに任せて、うわーみたいな感じになっちゃうから、意図的に波動を整えるんですよ。なぜならここの感情が自分の波動が現実を作ってるっていう、これがからくりなわけだから、ここが今自分がどうなのかっていうところで、まずはその波動が乱れてるこうわーって流れにただ任せてるだけだとわーってなりますから、一回止まって自分の波動を整える。波動を整えるっていうのは、この自分の来る現実っていうのがある程度ちょっと落ち着かせるためですね。今までこうジェットコースターになってるから、そう自分がやっぱり安心リラックスホッとする好きなことをやる無になる、この辺りをやっていると、要はその自分の波動が安定してくるから、現実自分が自由にやっぱり作れる土台を作るって感じですね。そうでそのために自分の波動を安定させて、自分の現実をある程度こう落ち着かせるっていうのが大事なんですね。でそこに対してやっぱり落ち着かせてる時にいろいろブロック出てくるんですよ。こんなことやってて何になるんだとか、こうやってぼーっとしてたりする時間もったいないとか、何かやりたいことをやらなければとか、そういう感情が出てくるんだけど、やっぱりこう自分自身の別にそうやって動いててもいいんだけども、圧倒的に思考が強くなっちゃってるんですね。で自分のこういうバイブレーションの方に意識を向けることが結構難しくなっちゃってるんですよ。思考が強くなってるから、私たちって。で思考っていうのは大体自分のこのバイブレーションと同じようになってないっていうか、大体恐怖心から来るものとか、こうしなければっていう地球の観念ですね。本当は自分はこうしたいっていうものが心の中ではあるんだけど、それを見ないでこっちの頭の方が優勢になって、そのオーダーを心の方に出したりしてるから、無意識でね、こうしなければみたいな、なんか不安から来るものだったり、やっぱりそうだな、こうしなければと思ってやってるんだと思うけど、そうするとやっぱりどん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 ちょっと逆走になってきちゃうから、自分のオーダーではないからね。だからあんまりそういうなんていうのかな、頭から来るオーダーを一回ちょっと止めて、自分の心の感覚ですね、自分の波動を整えて安心ほっとする、リラックス、好きなことをやる、無になる。無になるがいいな。安心していること、安心している最中に出てくるブロックを、外したり統合のワークをして書き換えていく。そして、無心でいるっていうことがちょっと大事だと思うんですね。でこの辺りやっているとだん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 波動が整ってくるから、そしたら意図的にオーダー出すんですよ。だから自由なわけだからね。じゃあどうなりたいかってなって、じゃあ私はこういう風になりたい、拡大していきたいとかさ、じゃあ拡大したらどんな気持ちかっていう、この波動を出します。先取りするみたいな感じね。自由に私たちはいくらでも選択ができるわけだから、未来を選択できるんですね。だから私拡大したらどんな気持ちか、嬉しいなって先に先取りするんですよ。この感情を出す。そうでまた波動を整えてですね、なんか嬉しいなみたいな感じになって、でインスピレーションが降りてくるから、それに対して行動するっていう感じかな。いくらでもだから自由に選択ができていたってことなんですね。だけどそれに対して私たちは全然そういう自分で選択できるなんて知らないし、なんかこう本当にさ、だから修行的なものが好きだっていうか、その辺りを体験したかった人はここにものすごく意味を持たせるんですよ。来てる現実、これは何かのお試しなんじゃないか、また何か同じようなことが来たからまたお試しが来たんじゃないかみたいな。お試し、自分でやってお試し好きですよ。自分で試して自分で疑って自分で自爆してるみたいなほんとそんな感じで、だからもうさ、寄り添えないよね。なんていうのかな、こうやって見て、このからくりがもうある程度分かってきてる私としては、みんなもだんだん分かってきてると思うけど、そうすると修行が好きな人がいたとするじゃん。なんでこんな苦しいんだろう、なんでこうなんだろうっていう感じのことばっかりやってるとすると、もうこのやり方しかないというか、自分で結局良くなっちゃうものだから、自由だからね。
でも修行が好きなんだな、変わってんなっていうことしか言えないですよ。それが、でも嫌じゃん。でもこのパターンを自分が持ってるってことだから、一回だから波動が乱れてるからそういう風になってるってことだから、波動を整えて、で自分は受け取っていいとか拡大していいっていう風に許すんですよ、自分のことをね。うん、で、許すっていう書き換えをしていったり、この考え方の観念が入ってるってことだから、そこを手放していく。で波動を整えていってオーダーを出して、でそうするとさ、インスピレーションですごい楽しい、あとなんか楽しい気持ちになっていくんですよね。ワクワクしたり楽しい気持ちになってきたり、やりたいっていう、何かやりたいって思う気持ちが出たら動くっていう感じにしていくといいんじゃないかと思います。だから、全ての私たちの現実っていうのはやっぱり自由なんですよ。でちゃんと自分自身がオーダーを出していたってことはね、だから嫌な気持ちになってる人はやっぱり嫌な気持ちを事前に出していてそれで嫌な現実を体験してるっていう。だから感情が現実を作ってる、この自分のバイブレーションが現実を作ってるわけだから、自由なんですよ。自由だったっていうことなんですよ。このからくりが分かってきた時に、じゃあ私の現実はどうしたいかっていうのは自分で選択してきて、自由に自分が選べるんですよね。選べるんですよ。その決定権は自分には、神様にあるわけじゃないですよ。神様とか仏様とか宇宙存在とかってみんな対等ですからね。だけどその上に持たせたり下に持たせたり、なんか力がない遊びを今までしていたわけだから、それはそれでよかったんだけど、もうそれ違うって分かってきてる、みんなだんだん分かってきたと思うけど、違うんですよ。対等なんですよね。力がない遊びをしてたなっていう感じだから、ここにやっぱり自分自身に戻していく、自由に選択できるんだよっていうことを思い出していくとか、やっていくというか、だから苦しい人は、自分自身がねやること、感情がやっぱり出ちゃうから、苦しいっていう感情が出ちゃうからね、一回やっぱりやっぱブロック解除とか統合のワークで自分の考え方の観念を書き換えていくこと、あとは波動をやっぱり整えるのが大事なんですよ。戻していく、本来の自分自身の自由に選択できるように戻していく。そうしないとやっぱり感情として言えばいろんな感情が出てきちゃうから、日々ね、そう戻していって、で、意図的にオーダーを出していく。戻すのにだから結構時間かかる人もいますよ。長らく逆走してる人はそのパターンの癖が入ってるから、ものすごく癖者になってるっていう、自分が癖やっててもいいんだけど、自爆みたいなもんだがね、自分でオーダー出して、自分で自分で嫌だよってオーダー出して、またわーみたいな。だから大きい目で見た時、宇宙から来て、自分が地球で体験してきてたのは結構苦しいあたりを体験したかったんだなっていう、これも宇宙的な自由意志ではあるんだけど、もうさ、せっかくからくりが分かったんだから、分かってね、そうだと私は思うんです。自分の現実がそういう風に回ってるから、だったら楽したらいいし、もっと楽しいことを自由意志で想像していったら楽しいじゃないですかねえ、と思うんですよね。そのあたりをやっていただくといいんじゃないかと思います。全ての選択は自分自身に決定権があって自由なんですよね。簡単にできていて、しかももう本当にそれを想像していく時、想像っていうのは妄想、もちろんそれでもいいんだけど、作っていく時なんですよ。現実として作っていく時。なのでこの辺りが分かってる方たちはどん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 それをやって楽しんでいくといいんじゃないかと思います。私も日々本当にたくさんいろんなオーダーを出してワクワクしてるんですよね。本当にこの先、今もすっごい楽しいし、この先もっとこの想像を何しよっかなみたいな、これやろうあれやろうみたいな感じでニヤニヤしてこの感情を出して楽しいなーってやってるから、そうなっていくなっていう感じですね。みんなもさ、この想像しましょうよ。自由に自分の未来って選択できるから、みんなでそういうのをもっともっと共有したいと思ってこの動画を出しました。ではまた撮ります。ではでは。